Arduino の R4 Wi-Fi が発売されました。早速開封して遊んでみます。技的マークは箱に記載されているので大切に保管しましょう。 R4 ミニマと比較しながら見ていきます。 Wi-Fi の方は部品点数が増えて複雑な印象を受けますね。 LED マトリクスが目を引きます。これは後から試してみましょう。 Wi-Fi の名の通り Wi-Fi と Bluetooth に対応しました。メインマイコンは変わらずルネサス R4M1 ですが、通信用マイコンとして ESP32S3 を搭載するキメラのようなちょっと不思議な構成です。 R3 では ATmega16U2 が同じシリアルブリッジの役割をしており、これを ESP32 に置き換えたという設計思想はわかるのですが、いや、そうはならんやろ。デフォルトでは USB 接続は ESP32 を経由しています。背面のこのパッドをショートさせると R4M1 が USB シリアルポートに接続するよう切り替えできます。 ESP32 のデータラインもピンヘッダに出ているのでプログラムを書き換え可能です。その他 RTC 用のピンが追加されています。逆にデバッカ用の実ピンはなくなっています。シールドは既存のものがそのまま乗りますが LED マトリクスが隠れてしまいますね。そのためかは分かりませんが I2C 用のクイックコネクタが追加されています。残念ながらクイック接続のデバイスを持ってないので試せませんが、グルーブ端子との変換コネクタも売っているので汎用性はありそうです。 3.3V 専用なので気をつけましょう。 12×8 の LED マトリクスを試してみましょう。回路図を見ると10本の I/O で96個の LED をダイナミック点灯させています。アノード側とカソード側を切り替えることで2倍の数の LED を使えるよう工夫しているみたいです。専用の API が用意されているので英数字のスクロールなどは簡単にできますね。アニメーション作成用のツールも公開されています。液晶モジュールなどを追加せずに簡単なデータ表示ができるのはいいですね。さて Arduino の R4Wi-Fi についてさっと簡単に見てきました。単体で無線通信ができるようになった真の強みは Arduino Cloud などと連携するときに発揮されそうです。皆さんもいろいろ試してみてくださいね。